こんにちは。TTS の川本です。この動画ではオープンソースの OpenMVG と OpenMVS を使って SFMMVS の一連の処理フローを体験します。また応用として SFMMVS が原理的に持っている弱点に対して弊社の測定器をどのように組み合わせて補完できるかについて考察します。よろしくお願いします。この動画では SFM、MVS、MVG という言葉が出てきます。まず簡単に整理しておきます。SFM はストラクチャーフロムモーションの略で、多数の画像を使ってカメラの位置関係や対象物の形状を推定する技術です。写真から 3D モデルを作る際の最初のステップになります。ただし SFM の結果はこのような素な点群になります。3D モデルとして使うにはまだ情報が足りません。そこで使われるのが MVS です。MVS はマルチビューステレオの略で SFM で得られた結果をもとに点群をより高密度にする処理です。写真から 3D モデルを作る処理はSFM と MVS を組み合わせて行うのが一般的です。今回の動画では SFM の処理を OpenMVG、MVS の処理を OpenMVS を使って実行します。なお MVG という言葉はマルチプルビュージオメトリーの略で、こうした処理の理論的な背景を指します。ここから実演に移ります。本来は GitHub からソースをクローンして環境構築を行う必要がありますが、今回この工程は省略します。SFMMVS を実行するためには事前に写真を撮る必要があります。今回は前回の動画でキリエンジンを使って取得したものを使います。スマートフォン内の画像を Google ドライブ経由で PC に移しました。ここで一つ注意点があります。iPhone で撮影した写真はデフォルトではヒーク形式になります。ヒーク形式は SFM ソフトウェアから直接読めない場合があります。EXIF 等のメタデータを失わないように注意しながら JPEG などに変換します。変換した JPEG 画像のプロパティを見ると、カメラブランドが Apple、カメラモデルが iPhone17 Pro になっています。これを OpenMVG のセンサー画素リストに追加します。9.8 という値はセンサーの横幅です。公式値ではありませんが、ネット検索や AI を使って調べると iPhone17 Pro ではこの値になるようでした。SFM を実行します。OpenMVG に同梱されているチュートリアル用 Python スクリプトを一部改造して使用しています。ご覧いただいている Entrance2026 というフォルダの中にある62枚の画像を読み込んでいきます。1分ほどで処理が終わります。今回は Output Entrance Global というフォルダの中に結果を書き出していて、最終的な結果は Colorized.fly というファイルです。クラウドコンペアで表示してみます。緑の点が推定されたカメラ位置。色付きの点群がタイポイントと呼ばれる素な点群です。点群が少なくて分かりにくいですが、玄関の前を横移動しながら撮影した軌跡が正しく再構成されていることが分かります。しかしこの状態ではまだ 3D データとしての情報量が十分ではありません。次に MVS を使って点群を高密度化します。コマンド操作で地味な絵面になってしまうのでサクサクと進めます。まず OpenMVS 用に出力フォルダを作って、その中に先ほどの SFM で生成された SFM データピンをコピーします。次に SFM データピンを
オープン MVS 形式に変換します。今できた Scene.MVS というファイルが変換結果です。このファイルに対して点群を細かくする処理を施します。これはかなり重たい処理で、たった62枚の画像に対して1分半ほどかかりました。さらにメッシュ化をします。この段階で一度モデルの状態を見てみると、SFM のタイポイントよりもかなり細分化されたことがわかります。最後にテクスチャーを貼ります。クラウドコンペアで結果を見てみます。特徴が少ない白い壁部分に穴が開いてしまっていますが、玄関周りは綺麗にモデル化することができました。ちなみに、ポリワークスを使って ATS600 のデータと比較すると、前回のキリエンジンと同様に寸法が合っていません。SFM は原理的にノースケールになるためです。簡易的に目視でスケールを合わせてみます。簡易フィットしてみると形状がよく重なっています。このように SFM は寸法さえ合わせることができれば高い形状再現性でかつテクスチャー付きの見た目が綺麗なモデルを作ることができます。ここから応用です。先ほど SFM-MVS で得られた 3D モデルの大きさを手動で修正するという荒技をしました。ゲーム業界などでは寸法やモデルの向きがそれほど重要視されないケースも多いと思います。しかし測定器業界では寸法情報を持たない 3D データというのはありえません。SFM-MVS はゲーム系の技術というわけでは必ずしもありませんが、原理的に SFM-MVS 単独で正確な寸法を持つ 3D モデルを得ることは困難です。このため別の計測手段を使ってスケールを付与する必要があります。代表的な方法が GCP を使う方法と TLS を使う方法です。GCP はグランドコントロールポイントの略で、弊社の呼び方ではマーカーに相当します。マーカー間の距離を基地として与えることで、モデル全体のスケールを決定します。測量分野でよく使われる手法です。ここで GCP を使ったスケール付与では、最終的な精度がマーカー間の距離を測定した機器の精度に依存します。例えば、メジャーで測れば、メジャー以上の精度は得られません。このため、製造業用途では慎重に検討する必要があると感じています。もう一つの方法が TLS の併用です。TLS は地上型レーザースキャナーを指す学術用語で、弊社でエリアスキャナーと呼んでいる製品群に相当します。TLS の特徴は大規模構造物を高速に測定できることと、点群と紐づいた画像を取得できることです。TLS で得られたスケール情報付きのデータと SFM-MVS を組み合わせることで、スケールの正しいモデルを構築できます。安価なのが SFM-MVS の特徴なのに、高価なエリアスキャナーを併用するのかと感じられると思います。しかし実際には併用されるケースが多くあります。理由は両者が互いの弱点を補完できるからです。エリアスキャナーには視覚が生まれやすい、細かいテクスチャ取得が苦手という弱点があります。対象物から大きく距離をとって測定するためです。一方、SFM-MVS には自由に動き回って撮影できる、視覚部分の形状取得が容易、高解像度なテクスチャ取得が可能という強みがあります。このように SFM-MVS はエリアスキャナーの弱点を補う存在になります。最後に私が個人的に推している弊社製品の紹介です。弊社ではエリアスキャナーも扱っていますが、
メインで展開しているのは、さらに精度の高いレーザートラッカーです。レーザートラッカーは通常、リフレクターを用いた単点計測を行います。これに対して、数年前にリリースされたライカ ATS シリーズでは、リフレクターを使用しないダイレクトスキャンが可能になりました。リフレクター使用時よりは精度が落ちますが、条件によってはサブミリメートルオーダーの高精度計測が可能です。レーダートラッカーと SFM-MVS を組み合わせることで、高精度かつテクスチャースキーというこれまでにない 3D 計測が実現できます。ここに私自身の最大の興味があります。この動画ではオープンソースである OpenMVG と OpenMVS を使って写真からの 3D モデル構築を実演しました。どんな測定手法にも必ず得手不得手があります。それを理解して、互いの弱点を補い合うような形で使うことによって、他者とは一味違った 3D 計測が可能になると思います。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。